何か発見ね、なんだろうね、発見。まあ、あなた見つけたぐらいかな。あ、言っちゃダメだったね。うん。もうちょっとシリアスにお話しすると、最初、一緒にパートナーを組もうと思った理由っていうのは、もちろんそのアーティストっていうか、そのクリエイターとしてですけども、私の方がずっと、なんていうのかな、映画的な表現をずっと追求してたんですよね。で、彼女はどっちかって舞台出身の人だよね。うん。だから、彼女が入り出してからだんだんその舞台的な表現っていう形になって、みんながやってるマシンメイとはまた違う世界、いわゆるその臨場感だとか、なんだろう、え印象の世界、という形のそのコンテンツの表現にだんだん変わってきているということですね。うん。なんか舞台もその細かく緻密に作り込むんじゃなくて、それぞれの人が持っている印象の部分っていうのが、どんどん強調されて、そのコンテンツ作られていってるわけで、初期の作品から比べてだんだんそういう風になってる。もちろんクオリティは下げないでっていうことだよね。うん。まあそういう面では、いいバランスになっているというんじゃないかなと思いますね。はい。はい。はい。ああ、そうだね。演出自体もそうなんだけども、どうしても作り込んでいくと、派手な演出になる傾向なんだけども、我々がやろうとしているのは、どっちかというと引き算の演出っていうことですね。例えば、舞台が派手だったら、なんていうのかな、アーティストが目立たなくなっていってしまうわけなんですけども、反対に舞台をシンプルにしてあげると、踊ってる人や歌ってる人が非常にそのクローズアップされるっていう表現になっていくんで、いろんなものをこう引き算で演出していくっていうことがある意味効果的だっていうことですよね。うん。うん。そうですね。綺麗なものを作るのは頑張ったりとか努力したりとか時間かければ必ずできるようになるんですけども、自分たちが何を見せたいかっていうのはもう人それぞれ、まあ、トランプが見せたいもの、まあ、例えばパートナーの花が見せたいもの、あるいはまあ違う人が見せたいものって全部違うはずなんですけども、綺麗なものの方とか、あとカメラワークだとか、そっちの方のテクニックの方に走ってしまうと、その見せたいものっていうのはだんだんぼやけちゃって、人が作ったものみたいな感じで OK っていう風になっちゃうと、その作品の深みってどんどん下がっていってしまうんで、反対に言うと、まあ、技術はそんなになくてもいいんですけども、伝えたいものがはっきりしている方の作品の方が、見ている方も楽しいはずなんですよ。うん。そうだね。本人はそれでいいんだろうけれども、見ている方はだからって感じになっちゃうからね。うん。それが効果的な演出とかその技術表現であれば全然いいんだけども、それ自体をアピールされてもちょっと困るっていう感じだね。うん。そうだね。うん。じゃあ反対に聞いてもいいのかな。それはダメなのかな。聞いていいのか。そうだね。ですね。例えば今まで作ったコンテンツの中でどれが一番、まあ、自分が、まあ、気に入ってるのかな。うん、これはいいな、これおすす皆さんにおすすめっていうやつ。うん。やっぱりファンタジアですね。うん。まあ、あなたを体現しているような作品だよね。うん。でもうちょっと具体的にここがいいんですっていうのをちょっと教えてください。
ああ、なるほどね。うん。それを私も結構意識してますね。で、もともと多くのそのファンタジアシリーズの作品もすべて、まあ、ネタバレしちゃダメなんだろうけども、海外の作品がベースになってますね。みんなは知らないんだろうけどね。だから、どこで SS を撮っても、なんとなくそういう、その SS が絵のようになるようになるべく注意して作ってます。うん。そうですね。そうね。あとはその全体の、なんていうのかな。うまく言えないんだけど、え綺麗な風景を作っているんじゃ、まあ、色合いもそうなんだけども、えーっ私たちでやってることってカメラしかやってないんだよね、実は。で、そのカメラ、単純にカメラをどう映すかだけなんだけども、その中には、難しいんだけども、その色合いもそうだし、画面の構成、絵になるような画面の構成とかですね、そういうものをもうみんなびっくりするかもしれないけども、かなり計算されて作られているんですよ。ですから何度もカメラを回して自分たちが本当に作ろうとしている絵がそこに生まれなければ NG だっていうことでやり直してやり直して作っているんですね。はい。うん、そうですね。テストはとても大切ですね。はい。うん。まあ、作るの早いよね。うん、そう。うん。うん、そう。ほとんどの作品が作るのが30分以内ぐらいで作ってるね、ファンタジーシリーズはね。うん。でそれよりかその最後作ってからいろんなものを調整していったりとかテストしていったりとか、うん、の時間がすごいかかるって感じです。まあ喋りながら作れるレベルだもんな。うん。ファンタジーのあの風景は。うん。コンセプトではしっかり決まれば。うん。新しいギャラリーのファンタジアシリーズで一番気をつけたのは、多分体験した人はわかると思うんだけども、えーっと、いいパソコンを持ってないと綺麗な絵が撮れないと思ってる人がたくさんいるんだよ。でも、あの、あの作品は、低スペックの人でもちゃんと綺麗に見えるんだよっていうことですね。例えば空が綺麗とか、その雰囲気がちゃんと出てるとか、あるいはなんていうのかな、遠近感が綺麗に出てるとか、そういうのが、なんか、私ダメな PC だからダメなんですじゃないんですよね。もうクリエイターのその提供する側の問題だけの話であって、それをちゃんとしてあげたかったっていうのがあってね、いい PC 持ってる人もそうでない人でも、同じように綺麗に見せてあげたい。同じような体験をさせてあげたい。すごく気持ちとしてありました。はい。うん、そうですね。はい。で、しかも軽いでしょうしね。平均だいたい20から30プリムという、聞いたらみんなびっくりするかもしれないけども、そのぐらいのもので作ってます。てか、反対にそのぐらいでも十分綺麗な表現はできるってことですね。うん。そうかもしれない。あっちこっちに、提供してほしいって言われて出してるんだけど、やっぱ引きこもりをする人が続出してるっていう風な話は若干聞いたりしてます。はい。うん。私が一番やっぱりね、まあちょっとファンタジーの話ばっかりなっちゃってあれだったから、私がやっぱり一番気に入ってる作品っていうのは、なんだろうな、まあみんな好きなんだけども、えーっと、
まあ、古いものと新しいもの一つずつあります。で、古い作品、いわゆる、旧の ICS のレベルでしたら、アトモスフィアですね。うん。あれは、我々もその ICS を使って、まあ、リアルで体験でき、まあ、なかなか体験できないことをここで体験させてあげたいなっていう気持ちがあったんだけども、あれはもうそれを超えちゃってて、ここでしか体験できない世界、っていうのを表現できたのと、あとは、普通に映像っていうか、なんていうの、例えばダンスを見せるんじゃなくて、その中にちゃんとストーリーが入っているということですね。うん、そこがちょっと普通のダンスと違うということですね。はい。うん、そう。あのシナリオは、エレベーターに乗って高いところに行ってだんだん重力がなくなって、まあ、宙に浮いたっていうお話ですね。うん。はい。そう。うん。で、新しい作品で言うと、やはりソワレなんですね。で、ソワレはちょっと、うん、まあ、ソワレの、最初のソワレもまあ結構人気があったんだけども、新しいソワレっていうのはちょっと新しいアプローチをしたということですね。うん。あの、ですからまあちょっといろいろ、なんていうのかな、えっと、我々、例えばボールルーム行くと、赤と青のそのボールがあって、さあ踊りましょうみたいな感じなんだけども、ソアレはもうボールとかも一切ないし、踊る場所もみんな自由、うん、ということでね。ね、だから場所のセンターのいい場所もそこからもう取り合いが発生するというような、本当になんというのかな、あのそういう世界ですね。で、踊る人たちも自分たちで勝手に踊れなくって、楽団がその調律を始めたらみんな構えるポーズになって、音楽に慣れ出すと一斉にみんな踊り出すというような感じなんで、ちょっとまあそういうシチュエーションが非常に、その社交的なそのシチュエーションが表現できたかなと思ってます。はい。うん、そうだね。うん。確かにね。うん。こうちょっとドキドキ感をちゃんと、出してます。もちろんそうですね。うん。ああいうのがなかなかまだあのセカンドライフの中にはなくって、もう何でも自由にできちゃうんで、いきなり踊れちゃったりとかするってのじゃなくてね、こう間を持たして、今から始まるよ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 、じゃあみんなで踊ろうって感じでね。うん。まあそういう風に作ってますね。うん。例えばそうだな、うん、そうそう、クルソっていうか、まあ、ドキドキしながらね、あれたくさんでやっぱり最初のソロの時もそうだし、5組ぐらいでやってるともうみんなドキドキだったよね、確かね。ちゃんと踊れるかなみたいな感じで、ちゃんと踊れるかなっていうのはもう仕組み的にはちゃんと踊れるんだけども、自分が綺麗に映るかなとかね、そういう気になったりとか、うん、そうだね。そうそう、そういう感じだね。うん。とか、他の人と被ってないかとか、そういうとこからもう世界が入ってるからね。もう我々も、そういう、なんていうのか、なんていうかな、なんて言ったらいいんだろうね、こういうの。そう、体験してほしいんだよね。ダンスを踊るだけじゃないんだよ。その、社交の、なんていうのかな、例えばソワレって夜会なんだけども、夜会を体験してもらうためのあれなんで、うん。
あと、あれはどう例えば、と、あ今、えっと、劇場を作って、バレエとかオペラとかをこうずっと、まあ、公演したりとかしてるわけなんだけども、あれもある意味ちょっと、まあ、新しくはないんだけども、きっちり、まあ、表現できたなとは自分では思ってますね。なかなかそれの中見ても、例えばバレエ一つにしてもきっちり作ってる方がなかなか、まあ、いらっしゃるのかもしれないんだけど、私が見る限りいらっしゃらなくって、うん、ちゃんとなんていうのかな、バレエの舞台としてね、うん、そうそうそう、演目として成立しているものですね。うん。だからオペラホールもたくさんあるんだけど、ちゃんとオペラをやってるところっていうのが、うん、そうそう、アニメをね動かしただけになっちゃうんじゃなくて、やっぱり舞台の袖からダーッと出てきて、まあ綺麗にみんな踊って、最後は拍手喝采でお辞儀して帰っていくというようなきっちりした舞台ですね。そういったものがやっぱ必要なんで、うん。まあ、もちろん踊ってる人たちも、うん、そうそう。うん、そうだね。で、踊ってる人もちゃんと楽しく踊れるようにね。うん、まあ、そんなとこですね。かもしれませんね。うん。なんだろう。うん、まあ、そうだね。うん。確かにね。で、例えば具体的に言うとどういうところかな。ああ、そう、うん、そうだね。いや、そういうことなんだよ。だから、現実では、まあ、可能なんだけども、限りなく無理っぽいやつって言ったらいいのかな。うん。うん。絶対不可能ってじゃないんだよ。でも、ちょっと限りなく難しいものを、できれば、メタバースの中で、少し体験して、で、それに本当に興味を持ってもらえれば、それがリアルの中で、また、なんていうのかな。自分の経験として試してみようっていう興味を持ってもらえれば嬉しいですよ、うん、いろんなものはね、うん、これがリアルと同じだっていうつもりは全然ない。まあいわゆるなんていうのかな、これで興味持ってもらえればもう最高だね、うん、うん、だから反対にソワレイをやってもらって、例えばワルツって、スローのワルツしか知らなかったけども、ベニーズワルツがあったりとか、いろんなワルツがあるんだなとか、でその踊るシチュエーションで、例えばこういう感じで、の時に踊るんだなとか、そういうことをちょっとだけでもいろいろ知ってもらったりとか、うん、でメニュエットなんかで最初一緒に踊ったりとかっていうその流儀があるんだけども、まあ、そういったものもこういう風になるんだなと。でまあここのそういうのをちょっと知ってもらえれば、非常に嬉しいですね、うん、そう興味を持ってもらえれば、うん、あのまあちょうどいいからこの話をするけども、えーっと英語でそのバーチャルワールドっていう
言葉なんだけども、問題はまあバーチャーっていうところなんですけども、これが日本語にすると仮想っていう意味で、まあ仮の、まあ、思うっていう世界になって、現実じゃないものっていう意味にとらわれられているんだけども、実際例えば本当の意味のバーチャルっていうのは、嘘のじゃないんだよね。英語の意味の解釈っていうのは、別なまた違う現実と言ったらいいのかな。難しいんだけども、リアルでのものも現実だし、この仮想って言ってるバーチャルっていう、世界も実はもう一つの世界の現実っていう意味が含まれていて、日本でなんで仮想ってつけちゃったのかわかんないんだけども、そういう意味では日本の人が持ってる仮想の世界の認識と、まあ、海外、まあ、特に欧米なんだけども、意識は全く違うんですよ。うん、そういう、うん、だから外国の方はそういう思ってる方が非常に多いんじゃないかなとは思いますね。はい、日本は反対になんかまあ、こういう仮想の世界っていうのはもう別だみたいな感じになってる、傾向じゃないのかな。わかんないけど、うん、そうただ私自身はやっぱり、現実に仮想であってるこの、まあ、バーチャルな世界であっても現実につながってるし、人は喜んだりあるいは傷ついたりも当然するってことが分かっているし、このモニターの向こうにいる人ね、は紛れもなく生身の人間だっていう思ってコンテンツ作ってます。はい、そうそこの人たちに実はメッセージを送ってるだけで、今このコンピューターが作った3次元の世界っていうのはあまり意味がないんですよね。うん、意味がないとかって言い切っちゃダメだな。うん、でもこれを通してモニターの前の人たちにメッセージを送ってます。はい、のつもりでこれ全て本当に作ってます。はい、うん、そうでしょうね。うん、でもね、そうしないと人は感動しないんだよ、きっと。うん、うん、だから、うん、そういう思いでやっぱり、まあ、コンテンツっていうか作品を作っていかないとね、いけないんじゃないかなと思って。うん、そうだね。うん。だからあまり技術とか関係ないんだよね。見る人が見たらわかると思うけども、どんどんネタバラシコーナーになっちゃうよね。ダンスバトルとショータイムと、N.C とか、全部同じカメラワークだったりする。N.C は違うかな。ショータイムとダンスバトル同じカメラワークだったりとかするんだよな。でも、それが同じカメラワークじゃないように見えるように、作っていくのが大切。体験するとダンスバトルはやっぱダンスバトルの雰囲気になってるはずだし、ショータイムはショータイムの雰囲気になってるはず。やってるカメラワークほぼ一緒。そういうのもなんか一生懸命カメラをグリグリさせたい人からすると衝撃的な事実なのかもしれないね。だからカメラで、なんていうのかな、雰囲気を作ってるんじゃない。大体だってあれだよ、ファンタジアだってみんなカメラワーク一緒だよ。でもそのシチュエーションが違うことによって、ドラマチックであったりとか癒しであったりとか、なんていうのかな、静寂であったりとかするわけなんだ。でもカメラは一緒。うん、カメラが凝ったりとか、そうだな、PB 作ってる人たちも思うけど、編集を一生懸命やるっていうことよりかは素材をもっと大切にした方がいい作品ができると思いますよ。うん、
そうですね。はい。伝えたいものっていう意味の伝え。他なんかご質問あります？うん。確かにね。うん。伝え方も、難しいんだよ。ね。うん。伝えることも難しいし、伝え方も難しい。うん。うん。そうだね。うん。例えば、一番わかりやすい例で言うと、そうだな。と音楽、みんな多分、コンサート、まあ、SL の中でもコンサートやってると思うんだよ。で、まあ、ステージに誰かが立って、観客でみんな聴いてるよね。で、こういうスタイルだよね。で、同じこと、全く同じことなんだけども、例えばホームコンサートで我々がやってるよね。誰かがピアノを弾いてみんなが聴く。でも、やってることは同じなんだけども、伝わってることが違うはずなんだよ、あれは。うん。でしょ？うん。だから、ホームコンサートにはホームコンサートの、なんていうのか、意味があるし、コンサートにはコンサートの意味がある。だから、伝え方っていうか、伝え方が同じでも、違うよね、反対に言うと。うん。だから非常にコンテンツを作るときに、まあ、そういうことを大切にしてますね。はい。あとなんか聞くことある？うん。なんでもいいよ。ああ、伝えるのが難しかったもの。なんだろうね。それはテーマとして伝えるのが難しかったことっていう意味でいいんだかな。うん。これは、そうだね、一番難しかったのは、あのですね、辰姫演技っていう、まあ、物語とかコンテンツがあるんだけど、これテーマは不老不死がテーマなんだけども、これを、まあ、どんないう表現で伝えていくかっていうのがすごく難しかったですね。不老不死のお話を作るのはとても簡単。でも、その不老不死がどういう意味なのか、それは本当にいいことなのか悪いことなのか、っていうのを、辰巳、まあ、辰姫演技自体の、脚本自体は私のオリジナルなんだけども、それをどういうふうな脚本を通してみんなに伝えていくかっていうところがすごく難しかったですね。はい。まあ、テーマ大きいからね。うん。そう。どっちがいいとか悪いとかじゃないよね。うん。うん。だから、グッドエンディングとバッドエンディングがあるんですね、あれは。えうん。ん最後のシーン。常世道とかっていうとこかな。うん。そうそう。あの世とこの世のちょうどこの、なんだ、境目にある道で、あれを一歩越えてしまうとあの世に行ってしまう。あそこだよね。うん。あそこは本当に、なんていうのかな。
非現実まあ、非現実って言ったらいいかな。それまでのお話っていうのが、お屋敷でちょっとなんていうのか、ちょっと怖い感じのお話、ずーっと言って、えーまあ、いわゆるなんていうかな、リアルな怖さの部分でずっとお話を進めていって、最後に、それがこうなんていうかな、不可思議な世界、になっていくっていうお話でね、そこからが、そこまでいわゆるお屋敷の世界のお話っていうのは人間というか人の世界のお話なんだよ。で今回はその人と神様の、ところのこうやり取りなんで、あそこからが神様ステージなんだね。うん、でそのプレイヤーっていうか、まあ、遊んでる人たちが、なんていうかな、人間の世界っていう世界と神様の世界をどうするかっていうことですね。で神様のとこ行くともう不老不死になるんだけども、うん、その代わり代償として人間ってことを捨てなきゃいけないっていうこと、うん、人間を捨ててまで不老不死になりたいかって話だよ。うん、これもうちょっと突き詰めて言うとね、例えばね、え不老不死になれるんなら人間捨ててもいいって簡単に言っちゃう人もいるかもしれないけども、人間がであるがゆえに神様があるがゆえにっていうものがあって、例えば人間があるがゆえに、例えば自分の子供を持てたり家族を持てたりできるわけだ。そういう幸福感っていうのは神様はもう超越してるからないわけなんだね、反対に言うと。だって不老不死なんだから子孫を増やす必要もないし、うんうん、だからそれどっちがいいのって話だけの話、まあ、そういうテーマなんだよね、辰巳品がこれ非常に難しいよね、うん、でまた外国の方には伝わりにくいテーマですし、うん、てか全く伝わんないだろうなと思ったら、うん、まああれはいいんです、もうあれはあれで、うん、そう、うん、そうだね、もともとおとぎ草子というシリーズの、まあ、第2作品だからね、あれは、うん、まあそれはまあテーマとしては一番、うん、難しかったね、うん、うん、そうだね、それもあるよね、うん、さあこの辺にしようか、結構長く喋ったね、うん、はい、今日はありがとうございました。はい、これ、はい、しまった。